皆さんこんにちは。今回はですね、バスが完成してからあるところに不具合が生じたんですね。修理とついでにバスを一歩進化させようということでね、新しいアイテムを取り付けていきたいと思います。このバッテリーのインジケーター、バッテリー電流とか電圧とか見るやつなんですけど、48V の方はちゃんと動いてるんですけど、こっちね、12V の方がたまにね、こうやって途切れるんですよね。コネクトエラーということで、どうなんでしょう、これが故障してるんじゃなくてね、配線どっか切れてるのか、切れはせえへんと思うんですけど、ノイズが乗ってるとかね、通信エラーが起きてると思うんでね、その辺を調べていきたいと思います。今ね、これ、コネクター外そうと思ったらね、コネクター根元から取れちゃいました。こっち側は基板の方はランドが残ってるんでね、多分大丈夫だと思うんですけど、ちょっとなんかハンダが汚いですよね。ここが接触不良だったのかな。とりあえず一回ね、ここハンダを直してみたいと思います。Morning dew gleams on an unpaved road. Driving my truck to my secret base I go. A babbling brook, the scent of fresh green. The tin-roofed warehouse where I'm always keen. どこがくっついたのこれ。 Dust dancing in the air. My trusty ど old うもね、この表のシールが液晶の表面にくっついちゃってるところがあるみたいですね。This is my own space, perfectly complete. Sometimes a wild boar might wander near. 取れねえわ。 It just adds to the cheer. The blueprint's always right here in my いかん、 head. 無理して取り寄ったら液晶割れそうや。 My own rules instead. 外すんやめようかな。もうこのまま行きましょうか。 もうちょっとここ綺麗にしようか。なんでこんな汚いの。 Across this tranquil land. Come on, let's paint a new me. なんか This country nook. 接着剤かなんかで止めとったんかなこれ。 Through the window, mountain breezes softly blow. The distant church bell chimes, sweet and slow. Old timber I carefully はい、基板の上はだいぶ綺麗になりましたね。次ハンダ綺麗にしときましょう。なんかハンダ吸い取るやつがいりますね。ハンダ吸い取るやつ。 celebrating completion with a starlit dream. Instead of just tossing things that are broken and old, I breathe new brilliance, a story untold, even if it takes longer than I thought it はい、 would. ハンダも綺麗に取れまし No た。 one's rushing me, for goodness sake. It doesn't have to be はい、そしたらコネクターの perfect, 方もね、残ってるハンダがあるので取っときましょ I'm here just for me and you. う。はい、綺麗になりました。こんな感じで、これでしっくりきましたね。そしたらハンダ付けしていきますか。はい、まずはフラップス。 Song echoes through the hills so strong. At night, the lanterns cast a gentle glow. A quiet は time い、そしたらハンダ付けていきましょう。 ideas and tools, they move in perfect sync. Lost in creation, I forget to think. Even a single screw, a bolt so small, has a story to これ tell. が原因ならね、これで大丈夫だと思うんですけどね。これは、なんか接着剤つけといた方がええんかな。接着 着剤つけときましょう。
前、ゴム状のね、接着剤でついてたんで、これはね、一応紫外線でゴム状に固まるやつね。紫外線ライト当てます。固まったかな？固まったね。そしたら組み立てていきましょう。はい、そしたらちょっと試してみましょう。もう閉めちゃう？これもね、ちょっと閉めちゃおうかね。Thank you. See you tomorrow. はい、そしたらやってきました。車の方ね。接続して、いったね。今 100%。今日は曇りやねんけどね。100% にもいってますね。これ、あれですよ。今ここ、エアコンかけっぱですよ。すごいね。でね、これ、まあ治ったんでよかったんですけど、ここについでにね、もう一個メーターつけたいなと思ってて、メインバッテリーね、車の 24V のメインのバッテリーを見るメーターね、ここにつけたいなと思ってるんで、どっかここは穴を1個増やさなきゃいけないんですが、これをどっか、この下にでも、ちょっと上に行ってもらってね、ここにはめて、ここにつけましょうかね。どうしようかな。これなんですよ。ちょっと大きさがね、ちっちゃくなっちゃうんで、これで、かからんか、いける？もうギリギリやな。なんとかこれでカバーできそうですね。これでカバーして、ここにはめ込んだら、いけるんじゃねえかな。んで、これをこっちに2段にしようと思ったら、この隙間をなんとかせなあかん。こいつがなんかくっついちゃって取れないんですよね。取れた。出ました。ちょっとコネクターをね、こう破ったいので、こっちも外しときましょう。で、これを2段重ねにしようと思ったら、こういう感じやね。この間は、なんか木を一本張るか、割り箸みたいなものをね、なんでもまあ大丈夫といや大丈夫なんでしょうけど、ちょっと考えましょう。138ミリ。67ミリ。130? なんぼ ?138 って言った？ということは、こう36ミリずつぐらい削らなあかんねんな。上と下と。ちょっと毛描きましょうか。線描きました。これでね、どうやって切っていこうかと言いますとですね、マルチツールでカットしようかと思ってます。マルチツールでうまいこと切れるかな？まっすぐね、切れたらいいんですけどね。そしたらちょっとここ、養生して、養生せんとね、これ、シンクとか傷ついたら嫌なんで、なんか養生取ってきましょはい、そしたら毛がいたところ、マルチツールでカットしていきます。Started out secondhand ride. Some parts are old, some worn inside. Broken bits swapped out for new. Upgrading all for something true. Adding things that weren't before. A room like futures at the core. Today's the latest, tomorrow's old. う。とりあえずカットできました。はい。これね、今、ちょっとここに、こんな感じで貼ってみました。でね、これを、こ
こにつけてやろうかと思っております。紫外線効果パテで、ちょっと隙間を埋めつつ、つかへんかなと思ってるんですけど、まだゆるい？ちょっとこれはめたままで上かけめるか。揺れよるな。はい、そしたら 24V のバッテリーのインジケーターね、ちょっと大きさが小さいので、それをつける枠ね、作っていきます。これはコンセントプレートですね。このコンセントプレートを加工して枠に使います。うん、バッチリやね。よいしょ。で、これでこうはめて、あと裏の板。ちょっとこれをつけると斜めに見える？もうちょっと削るか。大丈夫やね。これで裏板をつけよう。これを、こっちが上、こうや。こうつくんやけど、絶対入らへんやつやから、ここをカットして止めなあかんな。まあ、あれか。ここ切っちゃって、この辺をネジで止めるかいね。ここネジで止めたら、こんな感じでいけるもんね。ここも、なんとか残るか。カットしてみるか。はい、そしたらね、まだセンサーの方がね、ついてないんですけど、これ電源ね。ここ電源を割り込まして、こいつを、入った入ってんの？入ってる？入ってるかな？ OK。これの電源は一応割り込めました。これまだ繋がってないんでね。これって消えへんのかな？この新しくつけるメーターの電源はね、隣のメーターの電源のところにギボシで割り込んでつけました。配線がバラバラにならないようにインシュロックで縛ってきれいに整えておきます。これどっちがどっちやろ？どっち側が 48V かな？48V こっちやね。48V が上がいいかな？この辺でもう一発くく。ハブバッテリーのメーターを戻します。ちょっとこれはねんな。ここが隙間が空いちゃったからテープ挟もうか。テープを取ってきました。ちょっと厚みのあるテープをね。ここ。メーターはめる穴、下っ側ちょっと切りすぎて大きくなっちゃいました。それと、ここ。切りすぎた部分にはテープを貼ってごまかしときましょう。ここはもう全然隙間が広すぎて、あれですね。
よいしょ。これでしっかり止まりましたか。そしてここやね。お。ちょっと入らん。コンセントプレートの下の金枠、もうちょっとカットしないとダメですね。入らんわ。もっと削らな無理やね。ちょっと削ってきます。ここ枠、今ね、取り付けました。センサーをまだバッテリーの方につけてないんですけど、ここでこんな感じやね。で、こんな感じになりました。バッテリー、この下なんですけど、線引っ張っていきたいと思います。今日はもうできへんかな。下バッテリーボックス開けていきましょうか。バッテリーボックスは上の取り外すんだっけ？これがなくてもいけたのかな。あ、これを取るんや。これを外すと、こういう風に、はい、取れます。そうすると、ここが、開くんだよね。よいしょ。はい。これでね。よいしょ。車の下に回ってきました。13センチ。ちょうどこのぐらいか。ここに開ければええんかな。俺、線が出てないとダメけっぽいな。あれまたね、欲しい。ちょっと入ったの。また来た。どういうこと？なんか上から木のかけらが入れたら押すんやろな、これ。ちょっと線一本ずつ。ほら、スッと入んのに。あ、上から木のかけらが押してくる。ほら、スッと入んのに。めっちゃ入っこの太いの入れると押し返してくるな。なんでや。もう雨でびしょびしょになってきた。もう細い線だけたっぷり押し込んでね、太い線はテープで巻きつけて後で中から引っ張り上げます。はいはい、やっと通りました。ええ加減にせなあかんよね。で、これはここの上、バッテリーの上に乗せといて、落ちてきたらあかんね。目線通ってきました。いや、もう雨降っとったからね、外の作業だけは
パッパと終わらせようと思ったのに、そこだけはなんかやっぱり手こずるようにできとんですよね。もうズボンべしょべしょになってもた。よいしょ。はい、今回入線したケーブルがバラバラにならないようにインシュロックで縛っていきます。ケーブルを整えたら次は線の先にギボシ、コネクターをつけていきます。これシールド線もしかして。うわ、シールド線やわ。シールドの二進の線ってあったかな。もともとホールセンサーについていた短いケーブルはシールド線でした。シールドのね、2芯がなかったので、普通の3芯のケーブルですね。これでいきたいと思います。もしうまいこといかなかったら、シールドの2芯を買ってこようと思います。はい、そしたら電圧測定のケーブルね、この黄色いケーブルの先にギボシつけていきます。そして一応バッテリー側にはね、ヒューズかましときます。もしどっかでね、ショートとかしたらね、大変なことになるんでね。ヒューズはね、自動車用のヒューズで一番小さい手持ちが3アンペアだったので、3アンペアのヒューズ入れてます。あ、インパクト持ってきてないわ。持ってきます。インパクトドライバー取ってきました。そしたら電圧測定のケーブルね、バッテリーのプラス側に接続します。ホールセンサーのケーブルがね、短かったので、バッテリーのとこまで届くように伸ばしました。そしたらね、先コネクタハンダ付けしていきます。まずはフラックス。これシールド線がね、なかったんでね、普通の三振なんですけど、うまいこといくんかな。はい、ハンダゴテ温まってきましたね。そしたらハンダ付けしていきます。これ収縮チーブ入れときゃよかったな。テープ巻くのめんどくさい。じゃあないからテープ巻きましょう。はい、そしたら今度はバッテリー側ね、コネクタ接続していきます。こっちもね、ハンダ付けします。今度は収縮チューブ忘れずに入れました。やっぱり収縮チューブの方が便利でいいですよね。テープ巻くのめんどくさいですからね。これでいけるかな。今回使うのは直流電流を測るのにとても便利なホールセンサー。はい、メーター側コネクタ挿します。こんな感じ。電流流したら数値が出るかな。ホールセンサーはシャントと違ってその回路のどこにでもつけることができるんでね、とても簡単で便利でいいですよね。これをこのマイナス側かプラス側につけようかと思ったけど、線はね何本も入っててばらけとるから、この間行きましょうか。これね、これで 0.06 アンペア。まあ充電してないはずやから、これ逆やね。こっち側。よし。これで、なんか電気を使ってみんとあかんね。照明つけてきました。照明つけたらね、マイナス 1.3 アンペア。ヘッドライトつけました。2.6 アンペア。出ますね。ここがね、しよう。こっち側は大丈夫なんですけどね。ちょっと頭のちっちゃいネジ探してきたんで。
これで大丈夫やね。これの使い方を調べてこんとダメですね。いまいちよくわかんない。一応でも、電圧と電流は開いてる。周りのね、この辺の設定の仕方があると思うんで、調べましょうかね。さっき、ライトつけたらね、マイナスがちゃんと表示したんで、今度ね、エンジンかけてみましょうか。Cutting through the wind, this camper bus will take me away. White clouds floating in the blue sky. The vast land stretches endless. イグニッション入れました。マイナス 27.7 アンペア。おー、いくもんですね。はい、した。じゃあ今度は、オルタネーター回ったら24アンペア充電。で、電圧 26.2 ボルト。こんな感じですね。このマイナス、時々マイナス入るのは、多分ね、サブバッテリーへの充電がかかって、それが入ったり切れたりしてるんですよね、多分ね。電流もちゃんと拾えてそうですね、このケーブルでね。今回ね、ちょっとここ、切るの失敗して、ここ出ちゃいました。これまた後で修正します。で、これがね、ここについてて、通信エラーとか出てたんで、それの修理するついでに、ここにあったこれをこっちにやって、二段重ねにしてね、こっち 48V システム、こっち 12V システムのサブバッテリーね。そして、ここに新たにメインバッテリー。この車は 24V なんですけど、このメインバッテリーのメーターも取り付けました。最初ね、いらないかなと思ってたんですけど、ここ触るついでにね、つけてみました。今のところね、あんまり必要ないんですけど、バッテリーが古くなってきたりとかした時にね、一目瞭然でわかるのでね、一応ないに越したことはないなということで、メーターつけました。ということでね、今回はこの辺にしたいと思います。この前ね、やっと完成したばかりのこのキャンピングカーなんですけども、もうすでにね、進化させていきたいところも出てきたのでね、キャンピングカー DIY シーズン2ということで動画を上げていきたいと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Something new's about to start beneath the sky.